サイン計画図で何を書けばいいのかということなんですけれども、結論から言うとですね、どこにつけるのかという設置位置の指定と、どんな形のねサインをつけるのかを伝えた上で、その AI データ、データですよねを合わせて施工会社に渡すことでサイン計画図っていうのが完成しますよということです。要するにですね、設置寸法や色形だけじゃなくってデータも一緒に渡すんだよという話です。でね、具体的にどうやって書くのかっていうことなんですけれども、説明していくとですね、まずはですね、どんな形のサインをつけるのかっていうんですけど、もともとサインってブランディングっていう意味合いと機能的な意味合い、この2つに分かれてるわけですよ。で、1つ目のブランディングっていう視点ではですね、企業だったり、お店だったりイメージの飛び道具としてですね、人の心に浸透させていくためのものなんですよね。で、これはね、ロゴだったり名前のフォントだったりとして表現をされていると思うんですけれども、そのお店がね、どのような思いで営業しているのか、どんな経緯で、どんなストーリーで、なぜその場所でやっているのかなどなど、全てそのお店の、表現したいものを、そこでドンと打ち出すわけなんですよね。だからもちろんブランディングっていう視点になるわけなんですけれども、もう一つ機能的なサインっていうのがあります。で、これはですね、どっちに行ったらトイレあるのかとか、今使っているのかどうかとか、ランプでチカチカしたりとかですね。で、このお店で何が売られているのかっていう雰囲気もそのサインで分かりますよね、看板で。で、どんな雰囲気なのか、どんなものを売っているのかとか、何売られてるのっていう機能的な意味合いで、サインをつけます。で、それらっていうのは、サインはどんな大きさでね、適切に、分かりやすい位置でね設置しなきゃいけないのかっていうのを施工者に指示するために図面っていうのがあって、このサイン計画図っていうのがあって、まずサイン計画図っていうのは、もちろんサインの大きさとかイメージみたいなものが書かれているわけですよ。ただそれだけだと何にも伝わらないんで、何もね、平面図だったり立面図だったり展開図に書いていくってことなんですよ。なので実際表現するロゴとかフォントなどは AI データにしていかないと、作れないですよね。それで切っていくんで。で、Adobe のイラストレーターのデータを AI データって言うんですけれども、実はね、それ以外にも最近はですね、アフィニティデザイナーとか僕使ってるんですが、 iPad でね手軽に書けるんでそういうのを使ってるんですが、この場合はね PDF になっちゃうんですけれども、 PDF でもサイン屋さんで制作することはもちろんできるんですよ。で、その時注意しなきゃいけないのは、ピクセルデータではなくベクトルデータで PDF の、形式で作るっていうことがポイントになります。要はね、ベクトルデータじゃないと、CAD みたいな DXF データとか CAD みたいなデータじゃないと、NC や、NC という機械だったりレーザーカットをする機械でデータの切り取りがねできないからなんですよ。もちろんね、めちゃめちゃでかい、ピクセルデータでインクジェットとかで印刷してペタって貼ることもできるんですけど、膨大なねパソコンの性能がいるようになるんで、基本はベクトルデータで、制作しておくと。データはね、サインデータはで、データをね原縮にするのも簡単ですし、原寸で、データを保存しておくと一番間違いがないんですけれども、縮尺とかね寸法をデータの中にねしっかり書いておいて、こうするんだよってことが書いてあれば、それはサイン屋さんにしっかり、もちろん書くだけじゃなくて伝える、電話とかメールとかでも伝える必要性はありますが、伝えて、間違ってね制作しちゃうことがないようにしとかないと、ここ結構重要なんで。
要はしっかりデータをしてこの大きさでこの色で、色番号とかも書きますからね。色番号とかもしくはカッティングシートとか塗装で仕上げるときは、カッティングシートだったらこのカッティングシートの番号でメーカーはこれでって伝えとかなきゃいけないですし、色番だったらニット鋼の色番でしっかりね色品番を指定しておかないといけないと思います。インクジェットであったら C や、CMYK かで、しっかり色をちゃんと指定しておくってことも必要です。何で塗るか何で仕上げるかによって、表現する色番号は変わっていきますよねってことです。でね、制作データがこうやって出来上がれば、制作は工場で作るのでどこに設置したらいいかという指示出しになりますよね。データは、工場で制作のために作られているものなんですけれども、これだけではお店にはもちろん設置されませんので、なのでここからは出来上がったものをどこにつけるか、どの高さにつけるのかっていうのはどうやって指示していけばいいのでしょうかってことになります。でそこでですね、平面図にサイン記号、サイン計画図に記号をポンポンポンとつけておきますよね。何でもいいです。それは分かりやすい、記号をつけておいて平面図に、ここにはこういうつけといてくださいとかサイン計画図っていうのはまた別に平面図つけて、そこにポンポンポンってつけてももちろんいいと思いますので、要はどこに辺につけるのかをまず指示しなきゃいけないですよね。でそうするとその図面があれば職人さんがそのサインを持ってその該当するサインを持ってその場所の辺に行きますよね。でそうすると次にですね、外部であれば立面図ですし内部であれば展開図に設置する高さとかね、横幅もそうですけど設置する大きさとかの確認するためにサイン自体の大きさとかですね、でそうするのを書いとかないと分かんないですよね、設置場所が。でさらにはここねパースも入れとくといいと思います。イメージしやすいですもんね。職人さんもこれがね職人さんだけじゃなくてクライアントさんにもこれでいいですよねって確認するときにパースにサインを入れとく必要性があると思います。でこのようにしてサイン計画図っていうのが全体的に出来上がるわけなんですけれども、分かりましたかね。今日はねサイン計画図で何書けばいいのという質問に答えてみたんでしたけど分かりやすかったかな。その設置したサインがね初めて来店した人に分かりやすくちゃんと意図がねその思いみたいお店の思いとか、あっちだよこっちだよっていうテイクアウトここだよとかそういう意図がねしっかり伝わることって結構重要なんで、その機能を確認した上でパースとか図面とかでねその上でどこにつけるのかっていう設置指示、施工指示をしていくわけなんですけれども、それが色形どんなサインをつけるのか、を伝えた上で制作するためのデータはちゃんと、したデータで施工会社に渡すことでサイン計画図っていうのが完成するってことです。